4時36分です。もうすごい、すでに10キロ近く走ってます。で、今、西公園まで来たんですけれども、今日は、青葉城の方をぐるっと回ってくる道路を通ってきました。あそこすごい気持ちよかったですね。で、一回西公園の端っこの方に出たんですけれども、もう一回同じとこ辿って戻ってきました。そしたら10キロ近くなった。駅前から長町の方まで来ちゃいました。この広瀬川沿いの河川敷、多分半年ぶりとかだと思うんですけど、春くらいによく来てましたね。ここら辺、ここはサイクリングロード的な感じになってて、こうすごい舗装が綺麗で平坦なんで、ここ走ります。いいですね。ここも気持ちいいんですよね。もう少しこのサイクリング中の動画をもう少しシームレスに撮りたいですね。やっぱ iPhone だと厳しいとこありますよね。一回一回取り出さないといけないんで、やっぱこういう時に GoPro とかあると楽だと思うんですけど、GoPro とかを今ショルダーバッグをつけてるんですけど、そこの肩掛けのとこにマウントして、こう常に撮影しといて、使いたいところだけカットして切り取るみたいな、そういう風にすると結構いい感じのサイクリング動画が撮れると思うんですけど、あとタイムラプス撮ったりね、なんか iPhone とかをショルダーマウントしてもできないことはないと思うんですけど、いろいろと不具合が出てきそうな気がして、あれなんですよね。なんかこうさすがにこの iPhone の手ブレ補正を持ってもこの手ブレ耐えられなくてブレブレになったりとか、こう GoPro とかに比べて重いからずり落ちてきたりとか、あとでかいからその体にぶつかってその衝撃で手ブレするみたいな、そういうことも考えられるんで、あと回しっぱなしにしたいんですよね、ずーっと。で使いたいとこだけ切り取るみたいな、そういう使い方するとやっぱりさすがの iPhone を持っても充電2時間とか回しとくとなくなると思うんで、やっぱり GoPro 欲しいですね。やっぱ撮影専用機っていうのがないとダメですね。あと吸盤とかでくっつけられるじゃないですか、 GoPro って。そういうマウントはあるじゃないですか。ああいうのもね使えるからいいんですよね。車とかでタイムラプス撮るときにいつも見ていただけると分かると思うんですけど、後部座席のヘッドレストのところに挟み込んでタイムラプス撮ってるんですよ。それがなかなか一回一回トランクからやんないといけないんでめんどくさいんですよね。なんでこう GoPro をこうフロントガラスの上の方にこう吸盤でくっつけられてみたいな風にできたら、結構車載タイムラプスも楽に撮れると思いますよ。 iPhone だとね、なんかこう重くて運転中落ちてくると怖いし、吸盤マウントがね使いたいんですよね。バスとか電車とかでもあれ使えるんですよ。タイムラプスが撮れるんですよ、車窓の。ここいいんだけど、なんかミミズの死骸がいっぱい落ちててちょっと気持ち悪いですね。なんか前輪で踏んで飛んできたら嫌なんでちょっとここは退散します。あそこから上がります。昼間とかになったらね、鳥がこう食べてくれると思うんですけど、まだ鳥も追いついてないんでしょうね。もうほんと気持ち悪い、マジで気持ち悪いんだけど、ちょっと前輪で踏んで飛んでこないように徐行します。びっくりした突如高速道路の入り口が現れたから、高速道路を走ってたかと思いましたけど、歩道があるから違うと思いますけど。どんぐらい？17キロ。すごいな。最初20キロとかを目標にしようと思ったんだけど、あっさり走れちゃうもんですね。
あっさりじゃん。尻が。1時間ちょっとで、そんな走れるもんなんだ。すごっ。よし。セブンにて、ちょっと休憩です。ここは、どこだろうな。長町の、河川敷のとこ上がってきて、なんて表現すればいいんだろう。まあ、長町の近くですね。地名はよくわかんないです。多分、あっちの方行くと、長町駅の方面だと思います。やばい、結構20キロ走っちゃいました。はい、長町駅の近くまでやってきました。はい、ということで、今6時半ぐらいで、結局2時間半ぐらい走ってたんですけど、距離にするとね、30キロぐらい走りました。すごいっすよね。自分もこんな走ると思わなかったんですけど、こんだけ走ったら結構運動になるんじゃないですか、結構。30キロ。30キロだったら、どこまで行けるだろうな。ちょっと想像つかないですけど、地元にいた時、地元の会津若松にいた時、郡山まで自転車でいたんですよね。で、それが多分50キロだと思うんですよ。だから、プラス20キロぐらいで、郡山まで行けてしまうっていう。まあ、あの時は、結構なんか、アップダウン激しかったりとかしたので、多分ね、5時間とかかかったんですけれども、まあでもかかるのかこのペースでも。まあでも、結構平坦なとこ選んで走ってるんで、まあ楽ですけど、まあ結構なんか、そのくらいの体力つくんじゃないか。結構、なんかね、まあ3年くらい前のその自転車なんかいっぱい乗り回してた時期の動画とか Vlog とか見ると、なんかめっちゃ痩せてんなって思うんですよね。なんで、やっぱり、自転車いいのかな。自転車ってやっぱかなり体力作りとかになるし、続きやすいと思うんですよね。走ったりするよりも、自転車の方がなんかこう、人間上半身を動かすより下半身を動かす方が疲れないし、あと風とかがあるから、体温がね、下げられるじゃないですか。それに自転車の方がこう、景色が変わったりするから、面白いと思うんですよ。いいですね。朝散歩してましたけど、散歩より自転車に切り替えた方がいいんじゃないかなと思って、まあ、自転車とか、あと、なんかこう、公園に作業しに行くのも、まあ、それ半々ぐらいでこう、朝やるといいのかなって思いますね。なんか散歩より自転車の方が効率いい気がしてきて、自転車で。でももうちょっとね、ペース上げたりとかすると、だからあれですね、1時間に10キロとか、そういう目標にしようかな。今日2時間半とかで、30キロだったんで。いや、1時間10キロはまだきついな。2時間半で30キロでしょ、今日。すると1時間あたり、どのくらいだ1時間あたり10キロは走ってんのか。あれ頭の中で計算できない。1時間10キロ走ってないか。いや、1時間10キロ以上走ってましたね。だから12キロとか走ってるんじゃないかな、1時間あたり。それだと、まあ、1時間あたり、15キロとか目標にして、2時間で30キロとか、そういう目標にしていくといいんじゃないかなと思いますね。ゆったり超えてたので、まあ、明日結構、ちゃんと漕いでみて、どのくらいのペースかっていうところですけど、これいいかもしれないですね。全然走ったりとかするより苦にならないし、火出てない時間にこう、体を動かしといて、体力作りになればいいかなと思いますね。朝ごはんです。白飯と味噌汁と納豆と卵。最近はなんかもうこれで全部栄養取れるんで、朝飯はもうこれに落ち着いてます。なんか朝からいろいろ何作るかとか考えるのめんどくさいんで。